女性を15回車で引いた挙句ガソリンで衝殺してしまった男。もしその男が数年で釈放されたとしたら、あなたは許すことができますか？ 2003 年5月17日、スペイン・マドリード郊外、高速道路沿いにある工場の入り口で女性が倒れていました。20代前半くらいに見えるその女性は服がボロボロになり、手足に擦り傷を負っています。そして女性が立ち上がろうとした瞬間、なんと猛スピードで車が突っ込んできたんです。女性は跳ね飛ばされ、壁に叩きつけられました。運転席の男は車を少しバックさせ、もう一度アクセルを踏みます。そうして倒れている女性を何度も引いたんです。15回ほど女性を引き、ようやく降りてきた男は吐き捨てるように言いました。マジかよ、こいつまだ生きてやがるぜ。女性が息をしているのを確認した男はどこかに向かいます。数分後、戻ってきた男が持ってきたのはガソリンタンク。なんと男は女性の全身にガソリンをかけ、火をつけたんです。女性を15回も車で引き、火をつけて殺害した男。彼はなぜそれほど残酷な犯行に及んだのか。常人には想像もできない環境で育ったその男にとって、犯罪は悪いことですらなかったんです。おそすけちゃんです。いやみやみかです。私最近ハマってるアニメがあってね、私の名言から予想してほしいんだけど、2回もぶったこれだけ。分かった。当てていい？マジで。ちびまる子ちゃん。どこでその発言出たのよ。エヴァンゲリオン。惜しい。ガンダム？あ、そうそうそう。ガンダムなんだ。見てないからマジでどっちの思い入れもないんだけど。どっちもわからない。なんでハマってるんですか？ガンダムシリーズってさ、もう追えないぐらいめちゃくちゃあって、なんか一つの世界観もあるし、別の世界観もあっても、今でも新作が出てるぐらいで、なんかすごい深い世界観だなと思って、あんたは最初にね、ガンダム00を見てみるといいと思う。調べてみてみる。そう、私は見たことないんだけど。なんでやねん。なんだよね、それ。本日ご紹介するのはスペインで起こった誘拐殺人事件について。被害女性はなんと車で15回も引かれるという壮絶な仕打ちを受けたんで。15回引かれるので15回って聞いたこともないわよ。これ強烈な殺意が伺えるんですけど、そもそもこの事件の背景には一体何があったんでしょうか。事件当日、女性はね、ボーイフレンドと歩いていたところを何の前触れもなく襲われてしまうんです。怪しい黒い物体。2003年5月17日、スペイン・マドリード、深夜2時半頃、一軒のレストランから若い女性が出てきました。みんな、今日はありがとう。笑顔で手を振る彼女はサンドラ・パロ・ベルムレス、当時22歳。この日、サンドラは職場研修会の飲み会に参加していました。同僚たちと別れた彼女は、ボーイフレンドと2人でバス停に向かいます。数分ほど歩いてバス停に到着したサンドラは、両親に電話をかけました。心配させてごめんなさい。今から帰るから。わかってる。初整体には私も行くから。この日は朝から9歳の弟が初整体を受ける予定でした。初整体とはキリスト教徒の子供が受ける大切な通過儀礼。サンドラもこの儀式に参加するため飲み会を早めに抜けて帰ろうとしていたところだったんです。電話を終えたサンドラがボーイフレンドと楽しく話をしながらバスを待っていると、突如目の前に見知らぬ男が運転する乗用車が止まりました。おいお前ら、この車に乗れ。車からゾロゾロと降りてきたのは4人の男。よく見ると男たちの手にはナイフが握られています。抵抗すれば何をされるか分かりません。こうしてサンドラとボーイフレンドは無理やり車に乗せられたんです。ボーイフレンドも一緒に誘拐されちゃったわけね。男たちがナイフ持ってたからね、従うしかなかったんですよ。車に連れ込まれたサンドラはこう叫んでいたそうです。朝から弟の初整体があるから帰らないといけないの。早く降ろして。こんな時でも弟のことを思うような優しい女性だったことが伺えます。一体男たちは若いカップルをどこに連れ去ろうというのでしょうか。ところがどういうわけか、車はバス停から数メートル進んだところで急停車しました。やっぱお前は降りろ。そこでボーイフレンドだけが車から降ろされたんです。一緒にサンドラも降りようとしますが、男の一人に手足を強く押さえられてしまいます。そのままサンドラは誘拐されてしまったんです。一人残されたボーイフレンドはサンドラを乗せた車が暗闇に消え去るのを呆然と眺めていました。結局その日、サンドラは帰ってこなかったんです。そのため彼女の両親は娘を心配しながら教会に向かうことに。そして昼頃、両親が教会から帰宅すると家の前で警察が待っていたんです。サンドラ、どうしてこんなことに。警察から話を聞いたサンドラの母親はその場で泣き崩れてしまいました。一体何を告げられたのでしょうか。警察によると、その日の早朝にこんな通報が入ったといいます。それは高速道路の溝に大きな黒い物体があるというもの。すぐさま警察が現場に向かい調査した結果、黒い物体の正体がサンドラの遺体だと判明したんです。遺体はかなり悲惨な状態でした。全身に車で引かれたような跡が残り、首の骨が折れていました。そしてほぼ全身が丸焦げの状態だったんです。遺体
体の状況からしてもさ、かなりひどい殺され方してるわよね。犯人はサンドラにめちゃくちゃ恨みがあったってことなんじゃないの？通常の誘拐殺人では考えられないほどね、遺体が損傷してたんです。このサンドラの遺体には凄惨な暴力を受けたね、跡がたくさんあったんですけれども、その割にはね、犯人特定には結構時間がかかったんです。逮捕された男たち。犯行が行われたのが深夜の高速道路沿いの人通りの少ない場所ということもあり、目撃者がいませんでした。そのため犯人を逮捕するのに時間がかかってしまったんです。警察から話を聞いたサンドラの家族は遺体が見つかった現場に出向き、犯人に繋がる証拠がないか探しました。しかし両親が見つけたのは現場近くの野原に落ちていたサンドラの T シャツとウォークマンのみ。犯人の手がかりとなるような証拠は見つかりませんでした。そしてようやく犯人が逮捕されたのは事件からおよそ1ヶ月後の6月12日。犯人の名前はフランシスコ・ハビエル・ルケ。犯行当時18歳の男です。この時フランシスコが逮捕されたのはサンドラ殺害とは別の事件でした。その日彼はマドリード近郊の市街地で車を盗難して歩行者をひいた件で逮捕されました。警察が取り調べをした結果、フランシスコはサンドラの事件でリーダー格だったことが判明したんです。常日頃から犯行を繰り返していたフランシスコはサンドラ殺害の他にも2件の強姦事件を起こしていました。その後行われた裁判によってフランシスコは懲役64年の判決を受け、刑務所に収監されたんです。しかしこの事件の犯人はフランシスコ1人ではありません。彼には3人の仲間がいたんです。本来であれば残りの3人もフランシスコと同等の刑が与えられるはず。ところが2024年現在刑務所に収監されているのはフランシスコただ1人なんです。それも驚くことに犯人の1人が受けた刑は懲役4年。何の罪もないサンドラを誘拐し残酷にも殺害した凶悪犯たちがどうしてこんなにも罪が軽いのでしょうか。その理由はフランシスコ以外の3人が未成年だったから。人殺しておいて4年って未成年だからって言っても短すぎるわよ。いくらなんでも遺族は絶対許せないでしょ。日本でもね、未成年の犯罪に対して罪軽すぎるんじゃねえかって議論よく起こりますよね。スペインにもね、当然日本と同じように少年法はあるんですけれども、特にこの事件をきっかけに大きな動きを見せるんです。というわけで本日のメトラキーワード、スペインの少年法について。スペインの少年法では14歳未満であればどんな重大な犯罪を犯しても刑事的な責任は問われず成人刑務所に送られることはないと規定されています。スペインの成人年齢は18歳。14歳以上18歳以下が犯罪を犯した場合は罰則ではなく社会復帰を目指して中間拘置所へ行くことが定められています。サンドラの事件でも犯人の4人のうち3人が未成年者であり重い処罰は受けていません。犯人の1人は当時14歳だったためわずか4年で釈放されています。その後サンドラの両親は未成年者による重大な犯罪がこれ以上起きないように少年法の改正を求める署名を行い1ヶ月で9000件以上が集まりました。ご両親の思いがほんと国に届くといいわよね。署名の数を見てもね、少年法について疑問を持つ人が多いってことがわかりますよね、これ。ではリーダーのフランシスコ以外の3人の素性についてもお話ししていければと思います。犯人のうちラモン・サンティアゴ・ヒメネスとホセ・ラモン・マンサーノは当時17歳でした。彼らも未成年だったため2003年から2012年までのわずか8年しか刑に服していません。しかし出所後も彼らは犯罪を繰り返しているようなんです。そして今回の事件でわずか4年の刑しか受けなかったのが当時14歳のラファエル・ガルシア・フェルナンデス。ラファエルはスラム街出身でした。幼い頃から犯罪と暴力が日常的に起こる環境で育ち、家族も定期的に刑務所に入っていたそうです。そのような環境で育ったこともあり、彼は犯罪をすることは日常生活において普通のことだと思っていました。実際7歳の時から犯罪歴があり、11歳の時にギャングの一員になっています。窃盗や車の放火、暴行、さらには通行人をエアガンで撃つなど様々な罪を犯しています。サンドラ殺害の容疑で逮捕された時には30を超える前科を持っていました。そして4年の刑期を終えたラファエルは出所後も更生することはなかったんです。現在もなお犯罪組織の一員として刑務所を出たり入ったりしているようで、逮捕された回数はなんと25回以上。そうなんです。犯人たち4人全員がサンドラを殺害する以前から犯罪を繰り返していたんです。彼ら全員を合わせると軽犯罪や窃盗など様々な犯罪で700件以上の告訴状が出ていたといいます。では犯人の男たちがサンドラを殺害した動機は何だったのでしょうか。そこには日常的に犯罪を犯していた彼らだからこその悪知恵が働いてしまったことが関係していたんです。4人の男たちは当時閉店した店のショーウィンドウに車をぶつけるという荒っぽい強盗の常習犯でした。その日も強盗を終えた男たちが車を走らせているとバスを待っているサンドラを見つけました。そこでリーダー格のフランシスコが残りの3人にこう伝えたんです。おい、いい女がいるぞ、拉致っちまおう。
犯罪を犯すことが日常だったなんて被害者からしたらたまったもんじゃないわよね。子供たちはね、当然のことながら生まれた環境とかね、場所っていうのは選ぶことができないんです。そういったね、子供たちがね、犯罪を犯さないようにするっていうのは、やっぱ国としてのスタンスっていうのが本当に重要になってくると思いますよね。とかもう4年じゃ更生できるもんもできないんじゃないかしら。実際に何回も再犯してるみたいだし。彼らがね、サンドラに行った犯行っていうのは、決して許されるものでもないんですよね、ここからはサンドラが一体どのような方法で殺害されたのかを見ていきたいと思います。これを見ている皆さんにもぜひ、少年法の是非についてしっかりと考えていただければと思います。ノンストップの犯行。ボーイフレンドが降ろされた後、サンドラを乗せた車は高速道路沿いの路地に停車しました。おい、降りろ。サンドラは車から無理やり外に出され、車のボンネットに乗せられました。お願い、離して、家に返して。うるせえ、殺すぞ。なんと男たちは泣きわめくサンドラの衣服を剥ぎ取ると、順番に犯し始めたんです。そうしてサンドラは休む暇もなく凌辱されました。男たちはどうして車の中ではなくわざわざ外で行ったのか。その理由は車を体液で汚さないようにするためでした。つまり車に体液がつくことで後々の証拠にならないようにしたんです。もちろんサンドラは抵抗しますが、男4人の力にかなうはずがありません。彼女は何度も助けを呼びますが、周りに何もない高速道路脇の路地に人が通るはずもなく、男たち全員が満足するまでただ耐えるしかなかったんです。叫べば殴られ、さらに痛い目に遭うだけ。やがて彼女は抵抗する気も失いました。そしておよそ45分が経った頃、ようやく男たちは行為をやめたんです。聞いてるのも辛いんだけど、なんでこんなひどい目に遭わなきゃいけないのよ。本当これ許せないんですけど、犯人たちの暴力っていうのはまだまだ続いていくんです。サンドラは自分がどこにいるのかもわからなかった。だが彼女はふらふらと立ち上がり、服を着て立ち去ろうとする。そこへなんとリーダー格フランシスコが運転する車が猛スピードで突っ込んできた。車に吹き飛ばされ壁に叩きつけられるサンドラ。フランシスコは少し車をバックさせると再びアクセルを踏む。そうして何度もサンドラが動かなくなるまで引くのだった。後に逮捕されたフランシスコはこう語っている。サンドラが生きてたら犯人が特定されると思ったから。15回引いてようやくフランシスコは車から降りてきた。そして血まみれで倒れるサンドラを見下ろし吐き捨てるようにつぶやいた。まだ生きてやがる。サンドラの息があることを確認すると、仲間の少年たちを連れてどこかに向かった。数分後、戻ってきたフランシスコの手にあったのはガソリンタンク。そうしてガソリンをサンドラの全身にかけると火をつけた。その後行われた司法解剖の結果、サンドラの死因は重度の火傷と特定されている。そう、サンドラは生きたまま焼き殺されたのだ。犯行時に使われた車は4人の犯人が逮捕されてからも発見されていません。犯人たちはサンドラを殺害した後、車を焼いて渓谷に落としたようなんです。自分たちが捕まりたくないからって、本当に人の心がない男たちね。車まで焼いて隠したってことで、本当に捕まりたくなかったんでしょうね、これ。サンドラの事件、そして犯人たちの刑の軽さについてはメディアで大きく取り上げられ、大きな話題となりました。そして事件から3ヶ月後の2006年、16歳未満の未成年者に対する最長拘禁措置が5年に延長されました。サンドラの家族が行った署名活動が功を奏したんです。それでもまだ成人と比べるとかなり軽い刑罰です。何年経ったとしても被害者家族の心の傷は癒えることはありません。事件から21年経った現在もサンドラの母は精神科に通っているそうです。サンドラの母は犯人の男たちについてこう語っています。彼らは罰というものを受けていません。休暇を取っただけなんです。今でもサンドラの家族は未成年の罰則を強化するための活動を続けています。集まった署名は100万を超え、サンドラの名前で今後の被害者を助けるための協会を設立する助成金も得ました。日本でも令和3年に少年法が改正されましたが、成人よりも刑罰は軽いものです。大事な人がたとえひどい被害に遭ったとしても、相手が未成年だった場合は短い刑期ですぐに出てくるかもしれません。被害者やその家族たちに限らず、重罪を犯した未成年にはもっと重い罰をと望む声は多くあります。あなたは未成年の犯罪者も成人と等しく裁かれるべきだと思いますか？おざっす。皆さんね、ここで朗報がありまして、秘密結社アルゴメトリーの秋のキャンペーンっていうのが始まりまして、具体的にはね、ご覧の期間で、なんと無料期間でお届けさせていただければと思います。具体的にはね、この秘密結社アルゴメトリーで上がってる動画としてはですね、本当今たくさんあるんですけど、オウム真理教事件、エプスタイン島事件、日本軍731部隊、ジャパンライフ巨額詐欺事件、新潟少女監禁事件、第一生命19億詐取事件、藤沢市母子5人殺害事件、韓国水原バラバラ殺人事件、あとテッドバンディ、あと旭川中学生投資事件、韓国の学校性暴行事件、コロンバイン高校銃乱射事件、ロシア中学生銃乱射事件、光市母子殺害事件、あとはナイツ花輪さん
さんとのコラボ、死についての完全版と芸能界の裏話っていうのと、あとは松戸市の女子高生転落死事件、和歌山毒物カレー事件だったりとか、あとオウム真理教のね、村井秀夫刺殺事件だったりとか、あとは地面師に貢がれた女、錦糸町ハプバー経営夫婦殺害事件だったり、あとは豊田商事の会長刺殺事件、目黒女子虐待死事件だったりとか、あとは検索してはいけないキーワードでアカデミーマニアックスっていう動画だったりとか、サロンのね、最初に始めた時よりも動画がかなり増えてきたんで、逆にね、今から入ると結構お得かなと思います。というわけでね、いろんな事件があるんですけれども、この期間においてはね、無料でね、ちょっと参加してみて、サロンを続けようか。ね、含めてね、ご判断いただければと思うんで、サロンに興味あったんだけど、ちょっと最初からお金かかるのはなっていう方は、この無料期間、秋のキャンペーン中にね、ぜひ入ってみてね、ご判断いただければと